こんにちは、ジパング55のタカです。今回は奈良の王道観光スポットをご紹介したいと思います。初めて訪れる方も、久しぶりに訪れる方も、これを見れば最低限押さえておきたい観光名所の歴史や見どころ、おすすめ飲食店などがわかります。旅行する際の参考にしていただけたら嬉しいです。前半に観光スポット、後半におすすめ飲食店をご紹介しますので、ご自身が必要なところまで飛ばしてご視聴ください。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まずは王道スポットの分布からご説明します。奈良県を観光する際は、奈良市内エリアか同じ県内の郊外エリアに分けることができます。市内と郊外は距離が離れているので、観光する際は注意が必要です。例えば大仏が有名な東大寺は奈良市内、五重塔が有名な法隆寺は郊外エリアにあります。今回は奈良市内の東大寺がある奈良公園エリア、薬師寺などがある平城宮跡エリア、郊外の法隆寺がある斑鳩エリアをご紹介したいと思います。他にも多くの見どころがありますが、今回は王道スポットを中心にご紹介します。また、奈良は観光名所が多いので、ガイドツアーを行っている団体も多いです。旅行会社の他にもボランティアでガイドを行っている団体もあり、値段も格安です。私は東大寺エリアを散策する4時間コースを頼みましたが、1団体1500円ほどでした。より奈良を楽しみたい方は検討してみてください。それでは、奈良公園、東大寺エリアからご紹介します。このエリアは、有名観光スポットが密集しているので、見どころも多い場所です。そんな中でも特に有名なのが、大仏様のいる東大寺です。近鉄奈良駅からは徒歩20分ほどの距離にあります。南大門から北上し、大仏殿を見学するのが一般的なコースになります。途中には鹿がいることで有名な奈良公園もあります。後ほどご紹介する春日大社の神様が鹿に乗ってこられたことから、神様の使いとして神聖に扱われています。かなり近くに来ますが、マダニなどがいる可能性もあるので、触るのは避けた方が無難です。東大寺の南大門の近くには、志賀直哉が滞在した感謝跡地があります。国立博物館の総長に就任しており、その期間は1年に1ヶ月ほど滞在していたそうです。すぐ近くにある通りは、お土産店が連なっており、奈良で一番混雑している場所だそうです。そしてこちらが南大門です。東大寺は奈良時代にできたお寺で、聖武天皇が国家の安泰や仏教の勉学のために建立しました。都である平城京の東側にあったので、東大寺というそうです。奈良時代に建てられた最初の門は、平安時代の大風で一度倒壊し、鎌倉時代に再建されました。今残っているものは鎌倉時代のものですが、かなり古いですよね。屋根裏まで達する長さ約21メートルの巨大な大円柱が18本使われています。2階がなく、吹き抜けになっているのが奈良時代の特徴だそうです。左右には、再建のタイミングで置かれた金剛力士像があります。天才仏師である運慶や快慶らの指揮のもと、多数の職人によってわずか69日前後という驚異的な速さで作られました。門の北面には、中国から迎えた宋の石膏たちによって作られた一対の獅子像が安置されています。東大寺ミュージアムもあり、東大寺の歴史を詳しく紹介しています。ミュージアム前には大仏様の原寸大の手のレプリカがあります。手だけでもかなりの大きさですね。左手は、人々のあらゆる願いを叶えましょうという意味合いがあります。右手は恐れなくてよい、安心しなさいという意味があり、指が少し曲がっているのも相手を拒んでいるように見えないようにしているそうです。大仏殿に入る前の中門は江戸時代に再建されたものです。
門の内部には、大仏殿を守護するために一対の個性的な仏像が外を向いて安置されています。そのうちの一つである、鳥羽毘沙門天立像は、一般的な毘沙門天とは異なり、中国、聖域の特徴の姿をしています。邪気などを踏んでいるのが一般的ですが、地天女という女神の手のひらの上に乗って支えられているという、非常に珍しい特徴を持っています。大人1人800円でチケットを購入し、いよいよ大仏様のいる大仏殿に入っていきます。こちらが大仏殿です。現在の建物は東西約57メートル、南北約50メートル、高さ約49メートルという巨体を誇ります。木造の軸組だけでこれほどの巨大空間を支えている例は世界的に見ても極めて珍しいです。この建物は3代目で、1代目は平安末期、2代目は戦国時代に戦火で焼失しており、現在の建物は江戸時代に再建されたものです。大仏殿の正面2階部分には、観音開きの大きな窓があります。扉が開くと、大仏殿の外からでも大仏様のお顔を拝むことができるように設計されています。これは当時大仏殿に入れなかった庶民に、大仏様の顔を見せるために設計されたものです。今でも元旦や8月15日などに開かれるそうです。大仏殿の正面にある敷石には、仏教が日本へ伝わってきたルートが表現されています。昭和の修理の際に、インド、中国、韓国、日本の石を引いて修復が行われました。こちらは、石造りではなく銅で作られた、金銅八角灯籠という国宝の灯籠です。大仏殿や大仏様は過去に2度も大きな火災で焼け落ちてしまいましたが、この八角灯籠だけは奈良時代から一度も燃えることなく、同じ場所に立ち続けています。大仏殿は大仏様の家という位置づけなので、その前にある灯籠はその家の門から玄関を照らす、神聖な明かりとしての意味を持っています。こちらが有名な大仏様です。当時は金箔で黄金に輝いていたそうなので、より壮観だったと思います。大仏様は各時代に補修工事が行われています。奈良時代から現存するものは、お腹から下の胴体、両足、台座の大部分だけです。両腕や肩のあたりは鎌倉時代、首から上のお顔は江戸時代に作り直されたものです。鎮座する大仏様は正式名称を盧舎那仏といい、特定の地域だけでなく、宇宙全体を包み込み、生きとし生けるものすべてを救ってくださる大仏様だそうです。レプリカですが、大仏様が座っている蓮の花の花びらも展示されています。表面には、華厳経が説く仏教の宇宙観の宣告が彫られています。一辺の花びらの中に、一つの大きな世界があり、その中にさらに小さな世界がいくつもあるという、古代の SF のような壮大な世界観が彫り込まれています。当時からこんな壮大な世界観を持っていたのも驚きですね。両脇には、向かって左側に無限の知恵と記憶力を持つ虚空蔵菩薩、向かって右側に慈悲の仏様である如意輪観音が座っています。それぞれ知恵を授けたり、願い事を叶えてくれるそうです。大仏様があまりにも巨大なため小さく見えますが、この2つの像も高さだけで約7メートル以上、台座を含めると約11メートルもあります。当時の建物を再現したミニチュアもあり、奈良時代に建立された時が一番大きかったそうです。左側にある大仏殿は鎌倉時代、右側が江戸時代に再建されたものです。現在の建物が一番小さいのがよくわかりますね。柱くぐりもとても有名です。大仏様の右後方にある柱に四角い穴が開いており、サイズは大仏様の鼻の穴とほぼ同じ大きさと言われています。ここをくぐり抜けると無病息災や頭が良くなるというご利益があるとされ、観光客に大人気です。大仏殿の前には、びんずる尊者というお方が鎮座しています。お釈迦様の弟子の中でも特に優れた16人の一人です。自分の体の悪いところを治してくれるとして親しまれています。東大寺は大仏殿が有名ですが、
周りの他の建物も国宝級です。大仏殿から二月堂へ向かう途中に立つ鎌倉時代に再建された鐘付き堂です。中に吊るされている大鐘は奈良時代の創建当時から残る国宝です。奈良太郎の愛称で親しまれ、総重量は約26トンです。東大寺の鐘の音は日本の音風景100選にも選ばれており、毎日午後8時に今も鳴り響いています。近くには行基を祀ったお堂もありました。こちらは僧侶が使用していたお風呂です。ちなみに浴衣はもともとお風呂に入る際に着ていた衣服のことだったそうです。二月堂に向かう道中はとても雰囲気が良く、撮影スポットにもなっています。国宝の二月堂は旧暦の2月に国家の安泰や人々の幸せを祈る大規模な法要が行われることから二月堂と名付けられました。奈良盆地を一望できる素晴らしい眺望と1260年以上一度も途絶えることなく続く伝統行事、お水取りの舞台として知られています。奈良時代に創建されて以来、何度も火災を免れてきましたが、江戸時代の1667年にお水取りの最中に失火により全焼してしまいました。現在の建物はそのわずか2年後の1669年に江戸幕府の援助によって再建されたものです。京都の清水寺と同じ構造である長い柱と梁を格子状に組み上げ、崖の上に床を平らに支える掛造りという日本独自の高度な建築技法が使われています。二月堂近くでは無料のお茶も飲めるようになっているので、休憩にもちょうど良いです。景色を見渡せる場所は24時間開放しているそうです。お水取りの見どころは、長さ6メートル以上の巨大な松明を持った僧侶が二月堂の舞台を走り抜け、火の粉を舞台の下へまき散らします。この火の粉を浴びると無病息災で過ごせると信じられています。東大寺は大仏殿以外にも北に正倉院、西には三月堂など見る場所が多いです。全部見て回る際は所要時間を2時間から3時間ほど見ておいた方が良いと思います。続いて東大寺から歩いて迎えるのが春日大社です。全国に約3000社ある春日神社の総本社です。こちらはかつて馬車を止めていた場所で、ここから春日大社に入っていきます。石灯籠が約2000基、釣り灯籠が約1000基、合計約3000基もの灯籠が並んでいます。これらは室町時代から現代に至るまで庶民や武将から寄進されたものです。灯籠に火を灯す際は目近灯籠と呼ばれる鹿が描かれた灯籠に火を灯していくそうです。その中でも一つだけ夫婦鹿の灯籠があり、見つけると恋愛運がアップする、妖縁に恵まれるというジンクスがあるそうです。春日大社は敷地が広いので移動に時間がかかりますが、所要時間は1時間から2時間ほどだと思います。平安時代に栄華を極めた藤原氏の氏神様でもあり、藤原氏専用の道などもあったそうです。春日大社の本殿には4柱の神様が祀られており、中でも武見和知の命は茨城県の鹿島神宮から白い鹿に乗って奈良の地にやってきたという伝説があります。この伝説から奈良公園周辺の野生の鹿たちは神の使いとして1300年以上にわたって信仰されています。平安時代以降の日本では神様と仏様はもともと同じ存在であるという考え方が広まりました。そのため近くの東大寺や興福寺の僧侶たちも春日大社の神様を仏様の別の姿として拝んでいたそうです。時期になると藤の花なども咲き、綺麗に見えるそうです。近くには日本で唯一ご夫婦の神様を一緒に祀っている夫婦大黒社があります。縁結び、夫婦円満のパワースポットとして全国から多くの参拝者が訪れているそうです。夫婦大黒社では絵馬の代わりにしゃもじに願い事を書いて奉納する非常に珍しい風習もあるので、よかったら奉納してみてください。続いてご紹介するのは興福寺です。興福寺は藤原鎌足の病気治癒を願い、
妻の鏡の姫巫女が京都に建てた山科寺から始まります。710年に平城京の移転に伴い、鎌足の息子である藤原不人が現在の場所に移し、興福寺と名付けました。平城京内で強大な権力を誇り、かつては寺院の中に150以上の建物が立ち並ぶ巨大な敷地を持っていたそうです。国宝の五重塔は730年に光明皇后の発願によって建てられました。現在の塔は室町時代に再建されたもので、高さ約 50.1 メートルもあります。現在は補修工事を行っているため、外観を見ることはできません。興福寺は国宝の仏像指定件数が日本一多い寺院です。仏像の多くは国宝間の建物で見ることができます。ちなみに奈良の寺院の多くは本堂や仏像の撮影が禁止の場所が多いです。その点は注意してください。撮影はできませんが、特に有名なのが阿修羅像です。本来の阿修羅像は怖い形相をしていますが、美少年の顔をしているのが特徴です。制作を命じた光明皇后は、生後わずか11ヶ月で亡くなってしまった我が子を仏像に託したため、若く清らかな少年の姿になったという説が有力視されています。ぜひ奈良に来た際は見学してみてください。興福寺から少し南下すると、池の中に立った浮御堂があります。1916年に建てられたお堂で、老朽化のため1994年に大規模な修繕工事が行われ、現在の美しい姿に生まれ変わりました。毎日、日没から夜22時までライトアップが実施されています。夏の暑い時期など、休憩がてら立ち寄ってみてください。さらに南下すると、元光寺があります。日本最古の本格的仏教寺院である飛鳥寺が、平城京遷都に伴って現在の場所に移転し、改称された歴史を持ちます。極楽坊の本堂と前室の屋根には、飛鳥寺から移設された1400年前の瓦が今もそのまま使われており、実際に下から見上げることができます。また周辺は、かつて元光寺の広大な境内だった敷地が、時代の流れとともに現在の風情ある町並み、奈良町へと発展しました。周辺には古い町屋を利用したカフェやショップが並んでいるので、散策にもちょうど良いと思います。東大寺、奈良公園エリアでご紹介したスポットの位置関係はこんな感じです。どこも徒歩圏内ですが、全部回ると結構疲れるかもしれないので、巡回バスやタクシーをうまく活用するといいかもしれません。続いて、西の京、平城宮跡エリアをご紹介します。まずは平城宮跡歴史公園です。平城宮跡歴史公園は、奈良時代の都、平城京の中心だった平城宮の跡地を整備した、総面積約120ヘクタールに及ぶ広大な国営県営公園です。1998年に世界遺産に登録され、2018年には観光拠点となる施設群がオープンしました。平城宮の正門としてそびえ立つ朱雀門は、高さ約20メートルの壮大な朱塗りの門です。お正月には天皇が出向いて新年を祝い、外国の使節を迎える儀式も行われていました。第一次大極殿、東院庭園、朱雀門広場、平城宮跡資料館など、ほとんど無料で見学ができます。注意点としては、敷地が広いので移動が少し大変です。徒歩で回る場合は注意してください。続いてご紹介するのは、東照大寺です。有名な鑑真和上が759年に創建しました。鑑真和上は当時の日本の天皇から、正しい仏教の戒律を教えてほしいと招かれましたが、5回の渡航失敗で失明までしてしまいました。6回目にしてようやく来日し、日本の仏教発展に貢献した人物です。入館料は大人1000円です。1時間ほどで回れる広さだったと思います。正面に見える金堂は、奈良時代に建てられ、当時から現存する唯一の遺構です。正面に並ぶ8本の太い柱が、ギリシャのパルテノン神殿を彷彿とさせる、
天平建築の最高傑作と言われています。撮影はできませんが、金堂内には高さ3メートルを超える巨大な千手観音菩薩立像、穏やかな表情の盧舎那仏座像、鋭い眼光の薬師如来立像の3体の国宝巨像が並び、圧倒的な美しさを放っています。他にも平城宮から移築された講堂や、鑑真和上が眠る御影堂などがあります。比較的落ち着いた雰囲気なので、こちらも訪れてみてください。続いてご紹介するのは、東照大寺から歩いて10分ほどの場所にある薬師寺です。拝観料はこちらも大人1000円です。薬師寺は、天武天皇が皇后の病気平癒を祈って680年に発願したお寺です。1528年の陛下などで、東塔を除くほとんどの建造物が消失したため、昭和以降の復元プロジェクトで多くの建物が再建されました。国宝の東塔は奈良時代から残る唯一の建物です。各層にもこしという小さな屋根がついているため、一見すると六重の塔に見えますが、木造の三重塔です。金堂にある薬師三尊像は撮影できませんが、中央の薬師如来、左右の日光菩薩、月光菩薩の3体からなる国宝の仏像です。全身が漆黒に輝いており、腰を少しひねった美しい立ち姿は、ギリシャ彫刻の影響を受けていると言われ、日本屈指の美しさです。西塔は1981年に復元され、木材の重みを計算して、数十年後に東塔と同じ高さになるように設計されています。薬師寺からは奈良駅行きの電車やバスもあるので、東照大寺から薬師寺に向かうルートが良いと思います。続いてのエリアは、郊外の斑鳩エリアをご紹介します。このエリアで外せないのは、何といっても法隆寺ですね。法隆寺駅からは、少し距離があるのでバスかタクシーを利用するのがおすすめです。法隆寺は607年に、聖徳太子と推古天皇が亡き陽明天皇のために創建したと伝えられています。1993年に姫路城とともに日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録されました。訪れた時は雨模様でしたが、法隆寺は屋根のある場所も多く、逆に雨音が心地よい空間でした。法隆寺で一番有名なのは、国宝の五重塔です。最初の塔は、落雷の火災で焼失し、現在の建物は711年頃に再建されたものだそうです。日本最古の五重塔で、塔の真ん中には、地面から一本の巨大なヒノキの丸太が貫通しています。この柱は周りの各層の構造とは接しておらず、独立しているため、地震が起きると周りの建物と真鍮が互い違いに揺れることで、揺れを相殺して吸収します。この高度な耐震構造は、現代の東京スカイツリーの制震技術にも応用されているそうです。そんな昔から地震を考えた構造になっているなんてすごいですよね。隣の国宝の金堂には、聖徳太子の等身大とされる国宝の釈迦三尊像が安置されています。境内にある博物館のような施設、大宝蔵院には、数々の教科書級の宝物が展示されています。館内は撮影禁止ですが、国宝の玉虫寿司、百済観音像などが見れるので、一緒に立ち寄ってみてください。もう一つの見どころは、境内の東側にある東院伽藍の中心に立つ、美しい八角形のお堂、夢殿です。かつて聖徳太子の住まいだった跡地に建てられたと言われています。中には秘仏、久世観音菩薩立像があり、春と秋に特別公開しています。1000年近く白い布に包まれ封印されていたため、当時の金箔が奇跡的に残っています。旧お札に描かれているお堂も、こちらの夢殿だったそうです。法隆寺の所要時間は2時間ほどあれば回れると思います。かなり見応えがあるので、少し足を伸ばしてぜひ訪れていただきたいスポットです。法隆寺の隣には、中宮寺というお寺もあり、セットで回ると良いと思います。聖徳太子がご自身の母親の宮殿をお寺に改めたと伝えられています。撮影できませんが、
本尊の木造菩薩半跏像は世界三大美将の一つとして称えられる非常に美しい仏像です。お寺自体はこじんまりしており、仏像がメインですが、よかったら法隆寺と合わせて見学してみてください。近くにもいくつかお寺があり、時間がある場合は一緒に見てもいいかもしれません。徒歩20分ほど北上すると法輪寺があります。聖徳太子が病に倒れた際に、太子の息子の山城の大江の王らが太子の病気平癒を願って建立したと伝えられています。そこから10分ほど歩くと現存する日本最古の木造三重の塔がある法起寺があります。高さは約24メートルあり、飛鳥時代の三重の塔としては日本最大でした。ただ非常にアクセスが悪く、バスも1時間に1本ほどしかないので、その点は注意してください。個人的には時間と体力に余裕があれば、足を伸ばしてみれば良いかなと思います。それでは続いて、奈良市内のおすすめ飲食店をご紹介します。最初にご紹介するのは釜飯が有名な静かです。静かは奈良市で創業64年の歴史を持つ全国的にも非常に有名な直火炊き釜飯の専門店です。市内に2店舗あり、今回は東大寺近くの公園店を訪れました。かなりの人気店なので、可能であれば開店の30分ほど前から並んでいればスムーズに食べれると思います。釜飯の種類も多く、セット料理や茶漬けなどもつけられるようになっていました。天ぷらがつく定食などもありました。私は開店前から並んでいたので結構スムーズに入れましたが、その後は行列ができていました。利用する際は時間などに気をつけてください。今回は人気の奈良七種釜飯を注文しました。エビ、カニ、アナゴ、若鶏、ごぼう、人参、たけのこ、しいたけ、三つ葉の贅沢な具材が乗っています。食べている最中は蓋を閉めておくことで最後まで美味しいお焦げがいただけるそうです。私は追加料金でだし茶漬けも注文しました。静かの釜飯は作り置きを一切せず、注文を受けてから特製の一人用釜を使い、直火の専用釜台で一つ一つ丁寧に炊き上げるのが特徴です。味はご飯が具材とマッチしており、かなり美味しく、皆さんが並んで食べる理由がわかりますね。お値段も安くはないですが、観光地の割には通常の料金と量だったと思います。お出汁もよく釜飯の味と合っていて、美味しくいただけました。皆さんもよかったら立ち寄ってみてください。続いては、奈良町エリアにあるお餅が有名な中谷堂です。高速の餅をつく光景が名物で、外国人観光客をはじめ多くの人で賑わっていました。お餅は1つ200円で販売しているので、名物の高速餅つきと一緒に味わってみてください。そして同じ奈良町エリアにあるのが、すき焼きのお店、常です。東京の代々木上原にあるミシュラン一つ星レストラン、塩のオーナーシェフである鳥羽周作氏がプロデュースしたレストランです。食べログの100名店にも選ばれた絶品すき焼きをいただけます。昔から日本人に愛されてきた伝統的なすき焼きを、さらに美味しく化けさせたいという温故知新の思いから、きつねと名付けられたそうです。ランチでも利用でき、すき焼きコース以外にもお重などがあるので、気軽に利用できそうです。コースは事前予約必須なので、その点はご注意ください。今回私は小狐コースの3枚を頼みました。最初は奈良県のブランド豚であるバーク豚を肉種にしたシューマイです。上にはイタリア産のグリーンピースと青レモンで和えたおかひじきを乗せているそうです。このシューマイ、肉厚でかなり美味しかったです。すき焼きのお店でこんなジューシーなシューマイが食べれるとは思ってもみませんでした。正直グリーンピースはあまり凄さがわかりませんでしたが、
おかひじきとの相性も良く、シューマイのお肉とよく合っていました。2品目は焼き魚に、イギリス王室でも使用されているマルドンクリスタルのお塩をかけていただきます。そしてメインのすき焼きです。お肉は赤身とサシのバランスが抜群なブランド牛、大和牛です。黒毛和牛はサシが多いので白っぽいのですが、大和牛は赤身とサシがバランスよくあり、赤っぽいのが特徴だそうです。割り下はお店特製のものを使用しています。お米からできた砂糖、帝米飴と和歌山県の三つ星醤油で作られ、どちらも甘さが控えめなのが特徴です。お肉につける卵は、熊本県阿蘇産の濃厚でコクのある赤卵を使用しています。卵はお肉を1枚焼くごとに追加でいただけます。お米マイスターに選んでいただいた山形県産のブランド米、雪若丸のご飯とお味噌汁もいただけます。ご飯はおかわりし放題とのことでした。王道の食べ方でいただきます。割り下の染み込んだお肉をたっぷり卵に漬け込みます。これがかなりの絶品でした。お肉も脂っこくなく、卵と絶妙にマッチしていました。お野菜も栽培方法にこだわったものが用意されているそうです。えのきとお豆腐だけでもいただきました。青のりがたっぷり入った特製七味を卵に入れていただきます。お野菜、お肉、七味がそれぞれマッチして美味しかったですね。お野菜も甘みがあり、とても美味しく、栽培にこだわっているだけあるなと思いました。余った卵は、ご飯にかけて卵かけご飯としてもいただけます。こんな贅沢な卵かけご飯が食べれるのも嬉しいですよね。続いては温泉卵でいただきます。温泉卵も生卵とは違った味わいになり、お肉やお野菜とよく合っていました。それにしてもお肉が美味しすぎますね。量もお肉3枚で意外にお腹いっぱいになりました。足りない場合は追加もできるそうです。絶品のお肉だったので、ぜひ皆さんも試してみてください。お口直しにそうめんをいただきます。奈良の名産である吉野本葛を贅沢に練り込んだ特製の葛そうめんです。コシが強く、もちもちした食感が特徴で、さっぱりしていて食べやすかったですね。最後のデザートは、奈良の老舗酒蔵の酒粕を使用した特製アイスをサクサクの皮で挟んだ酒粕アイスもなかです。酒粕が意外にバニラアイスに合っていて、何とも言えない甘みを出していました。これもかなりおすすめの一品ですね。私は酒粕を使ったアイスが結構好きで、以前島根で宿泊した貝玉作りで提供されていた酒粕のアイスも美味しかったですね。ここのもなかも美味しくいただけました。最後にコースとは別ですが、夏季限定のかき氷もいただきました。奈良は天皇に献上する氷を管理していた氷室があったことから、かき氷も有名です。ごま、きな粉のかき氷で、食べ進めると甘さだけでなく程よいしょっぱさもあり、とても美味しかったです。夏季に訪れる方は、ぜひ試してみてください。最後にご紹介するのは、お土産でおすすめな奈良漬けを扱っている今西本店です。江戸時代末期創業の老舗で、日本で純正の胡椒を名乗ることができる数少ないお店の一つです。場所は先ほどご紹介した中谷堂や狐と同じ奈良町周辺にあります。一般的な奈良漬けとは製法も見た目も味も全く異なる、まさに奈良漬けの究極の一品として、全国のグルメや愛好家から支持を得ています。みりんかす、人工甘味料、保存料、着色料などを一切使用していません。国産の厳選されたお野菜と純粋な清酒粕と塩だけで作られています。一番短い売りでも3年から4年、スイカで5年から6年、きゅうりは8年から9年、長いものに至っては13年から20年以上もの歳月をかけてじっくりと熟成させます。お土産にもいいので、ぜひ立ち寄ってみてください。それでは今回のおすすめ奈良観光、
いかがだったでしょうか。奈良は観光スポットが充実しており、歴史も古い町です。見どころが多いので、宿泊日数に応じて観光スポットを絞って回ってみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。